こんにちは、たくみしーなです。今回は新作サバイバルホラーゲーム、クロノス・ザ・ニューダウンのクリアレビューをお届けしていきます。私、デッドスペースやバイオ4、あとサイコブレイク2などのサバイバルホラーゲームが大好きで、今作は発売前からなんとなくデッドスペースっぽい雰囲気のゲームだなって思って楽しみにしていました。今回は今作がどんなゲームなのかの解説から、いい点はもちろん、明確にここは改善してほしいなと感じた不満点についてもお話をしていきます。まずは今作の概要からご説明していきます。クロノス・ザ・ニュードーンは2025年9月5日に発売された新作サバイバルホラーゲームです。視点は三人称のみのいわゆる TPS 作品となっています。開発はサイレントヒル2のリメイクやレイヤーズ・オブ・フィアー、ザ・ミディアムなどでおなじみのブルーバーチームが担当。国内での販売はセガが担当しており、ローカライズについては日本語字幕に対応。音声の方は英語のみに収録されています。対応機種は Xbox シリーズ X、S に PS5、それに Switch 2と Steam で、Xbox では定価7000円。その他の機種では約8000円で販売されています。次に基本的なゲームのシステムについて解説をしていきます。ゲームの作りは基本一本道で、寄り道を行うことで収集物やアイテムなどが入手できる作り、サイドクエストなどは存在せず、目的となるメインストーリーに沿って攻略を進めていくような作品となっています。マップは存在しないので、取り逃したアイテムとか収集物は確認しづらい仕様です。そして敵を倒したり探索を行うことでお金や装備を入手でき、武器や自身のアップグレードを行って強化していくことが可能。持ち運べるアイテムの数には限りがあるため、弾薬や回復アイテムなどのリソースをしっかり管理していく必要があります。クリア後にはハードモードやニューゲームプラスが解禁。1周目に難易度選択はありませんが、エイムアシストについては、なし、最小、中、強の4段階が存在。プレイ中にいつでも自由に変更することができます。私は全編を通して最小で遊びました。武器の強化にはお金を、自身のアップグレードにはコアと呼ばれる貴重なアイテムを使用。強化は各地に点在するセーフルームでいつでも行うことができます。アイテムの持てる数とかインベントリースロットなどもアップグレードすることで増えていく感じです。ホラー要素としてはいきなり驚かせてくるようなジャンプスケアはちょこちょこあります。また地形を操作して道を作ったり、半重量ブーツと呼ばれるアイテムを利用して壁や天井などを歩いたりするような要素も存在。パズル要素も含まれますが、全体的にそこまで複雑ではなく、ややこしいと感じる謎解きはなかった印象です。癒し要素としては各地に猫ちゃんが存在。発見すると貴重なアイテムを渡してくれます。収集物のような感じで見逃さず全ての猫を見つける実績もありますね。ゲームの内容はコレクティブと呼ばれる謎の組織に雇われた主人公として荒廃してしまった世界を救うため、クリーチャーがはびこる未来の時代と1980年代の過去の時代とをタイムトラベルで行き来しながら世界滅亡の謎を探るという流れになっています。先ほどお伝えしたように1周目に難易度選択はありません。そして全体を通して特に序盤から中盤にかけては比較的難易度は高めだと感じました。なんといっても圧倒的に弾薬が足らず、しっかりと武器の強化ができていない段階では常に苦しい戦いを強いられたので、ハンドガンの弾一発も無駄にできないって思えるような緊張感のある探索ができたとも言えます。戦闘面では攻撃手段としてハンドガンやショットガンなど弾薬を使用する銃器とグレネードのような投擲武器、それに敵を燃やすことができるトーチ燃料に殴り蹴りの近接攻撃が用意されています。ただし回避やパリーなどは存在しないため、戦闘においてプレイヤーができることは少なめ。敵との間合いをしっかり見ながら慎重に倒していくような作りです。ステルスで近づいて後ろから強力な攻撃をするって要素もありません。腕や足を使った近接攻撃のモーションや手触りはまさしくデッドスペースって感じでしたね。独自の要素としては全ての武器に最初からチャージショットが存在。
撃つ時にトリガーを長押しすることでチャージ状態となり、広範囲化や火力アップしたりします。このチャージショット、特に使用する弾薬が増えるわけでもなく、単純に高火力で強力なので、私は基本的にはほとんどの戦闘でチャージショットを使用していました。エイムをやめることでチャージをキャンセルすることもできます。さらに本作では敵が別の倒した敵を吸収し、より強くなるという融合システムが存在。こちらが今作における最大の特徴となっています。基本的にはサバイバルホラーゲームって1体ずつ着実に敵を倒していくって感じのゲームが多いと思うのですが、本作では倒した敵を放置しておくと別の敵がその倒した敵を取り込んでパワーアップしてしまうため、敵を素早くどう倒すかを考えながら行動していく必要がある作りになっています。触っている限りでは登場する敵の多くが融合する力を持っており、複数の敵が登場するような場面では次々と融合されて敵が強力になってしまうこともありました。融合させないようにするには先ほどお伝えした通り、素早く融合してしまう前に倒す、もしくはアイテムの投資燃料を利用し倒した敵を燃やしてしまう。燃やすことによって倒した敵は消滅するため融合を阻止することができます。なのですが、今作は持ち運べるアイテムの数がものすごく少ない上に、投資燃料はごくわずかしか持ち運ぶことができないため、戦闘のたびに使えるような仕様にはなっていません。なので結局私は倒した敵を燃やすって行動はチュートリアルくらいでしか使うことはなく、ほぼほぼもう融合される前に早急に倒すか、融合中の立ち止まった敵を撃ちまくるかって感じの戦法ばかりになっていました。ちょっとこの辺りはシステム的にうまく機能していないようにも感じてしまいましたね。次に今作のいい点と不満点をお話ししていきます。いい点としてはゲーム全体を通して難しめな調整ですし、インベントリーは常に苦しいものの探索をしてお金や換金アイテムを入手し、少しずつ自身や武器を強化していくって作りはサバイバルホラーゲームとしては程よいバランスで作られていると感じました。武器を強化していくとしっかり高火力が出て成長させる楽しさにつながっています。本当に序盤から中盤は弾薬が足りないので、どう立ち回ろうか、どう節約しようかって考えるのが楽しかったですね。不満点として何よりも一番の問題点はフリーズと強制終了です。私は Xbox シリーズ X でプレイしたのですが、特定の収集物を入手した時に確定でフリーズする場面や、戦闘中に突然強制終了、ムービー中に画面が止まってしまうなどの不具合がゲームクリアまでに複数回発生しました。収集物を入手した際のフリーズは言語を英語にすれば問題なくフリーズせず進めたのですが、収集物を取ろうとするたびに言語変更するのはとても面倒ですし、ムービーシーンでもフリーズが怖くてまともにストーリーに集中することができませんでした。今後修正が行われればと思いますが、現状ではどの機種でもこうした問題が発生しているというのは非常に残念です。そしてもう一つ、ゲームプレイ部分での不満点としては、アイテム倉庫に整頓機能がなく、倉庫に入れた順番にアイテムが収納されるという点。倉庫内がかなりぐちゃぐちゃになり、今どのアイテムをいくつ持っているかがとてもわかりづらいです。こんな感じでショットガンの弾薬がいろんなところに散らばっているような状況ですね。ここも修正してほしいと感じた点です。最後にまとめです。私のプレイで収集物をすべて集め切って1周クリアまで14時間。ただしフリーズや強制終了によってやり直した時間もあったので、それらを含めると合計17時間ほどじっくり探索して自身を強化していく楽しさや、セーフルームを見つけた時の安心感、強敵を倒した時の達成感など、サバイバルホラーゲームとして必要な要素は揃っているとは感じます。その一方でシステムやゲーム性の面で新鮮味は薄く、戦闘でできることも限られているため、全体的に古さを感じてしまう面もありました。気持ちよく遊ぶことができない問題点も見受けられますし、ちょっともったいない作品だという印象です。特にフリーズしてしまう問題は早急な修正が望まれますね。総合して現時点での私のおすすめ度は星7。
フリーズしてしまう問題が解消されて星プラス1かなという感想です。とにかく今作は弾薬が少なく、インベントリースロットも常に苦しいので、苦しい中でうまくリソースを管理して探索を進めていくのが好きだという方に向けた調整の作品になっている印象です。サバイバルホラー TPS が好きで、本作が気になっている方の目安になれば幸いです。ということで今回は新作サバイバルホラーゲームクロノスザ・ニューダウンのクリアレビューをお届けしました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。